嫁姑番付3位の三井さんの涙が頭から離れない。そしてゴンノギさんのあの言葉。私はあなたといるといい気分よ。自分の方がまだマシに思えるから。かすかな希望を求めて会いに行ったはずが、かえって嫁姑番付の闇の深さを思い知らされてしまった。萌え、カーナミの母さんから宅配便が届いたぞ。おふくろが廊下まで持ってきてくれたんだ。夫婦の部屋に入るわけにはいかないからって。そうだったの。渋沢家の一番端が私と早苗の部屋になっている。西日の当たるこの6畳間だけが私がほっとできる唯一の場所だ。あれれ、早苗作業服？休日なのに？午後から休室だと思うんだ。だと思う？俺忘れっぽいから手にメモったんだけど、風呂できれいさっぱり落ちちゃって、水性はダメだな。何でも手に書く癖直した方がいいわよ。覚えてたらそうするよ。じゃ、行ってきます。なんだろう、母さんからの宅配便。ガムテープ半分剥がれてる。早苗ったら開けやすいように気を使ってくれたのね。あ、萌えちゃんにいただいた歯切れで作ってみました。まだまだ拙くお恥ずかしい代物ですが、丈夫にだけは縫ったつもりですので、よろしかったら使ってみてください。本を貸してくださった秀子お姉さんにも感謝の気持ちをお伝え願えれば幸いです。恥ずかしいだなんて母さん、すごいわ。とっても上手。胸がしんしんうずく。母のことを思い出してしまうもの、見るのがつらい。私の大切なものや綺麗なものがこの家の中にあることがすごく痛い。私、日の宮倉から三井さんの服を取り返したことでいいことをしたような気持ちになっていた。だけどそれは辛い毎日の中で身を固くして生きてきたあの人の心の柔らかい部分にいきなり触れてしまうような残酷なことだったかもしれない。今はしまっておこう。ごめんね、母さん。こんにちは。あらー、萌えちゃんいいタイミング。お出かけですか、秀子さん。そうなの。私の留守に塔のラックが届くからディスプレイしておいてね。萌えちゃんセンスがいいから助かるわ。やっぱりカーナミの人はどこか垢抜けているわね。優雅ですね。お店ほっといてエステ通い。りえちゃん。だって秀子さん、あんなこと言いながら萌えさんにお給料払ったことなんてないでしょ。いくら義理の妹だからってあんまりですよ。私はバイト代出てますけど。秀子さんはいい人よ。歯切れも分けてくれるし、パッチワークの本も貸してくれたし、いい人なのは萌えさんですよ。それでチャラにしようって魂胆見え見えなのに。私あの人の手作り品買うの嫌だな。結構ね、細かいところとか手抜いてんですよ。それでも働くことは嫌いじゃない。じゃあ私上がらせてもらいます。はーい、ご苦労様。頼りにされていると思えば気分もいいし、一日中家にいるよりも息が抜ける。あ、確かにりえちゃんの言う通りだわ。秀子さんの作ったパッチワークはなんだか雑に見える。色の合わせ方も母の作ったものの方が上品な気が。娘の欲目かな。きっと一針一針丹精して塗ったんだろうな、母さん。ただいま帰りました。萌えさん、お疲れのとこ悪いけど、私の部屋まで来てくださらない？はーい。失礼します、お母さん。どうして母さんのパッチワークがここに？萌えさん、初子が押し入れから持ってきてしまったのよ。開けたんですか？私たちの部屋の。あら、文句あんの？私お母さんに言われてお客用の単線探してたのよ。あの部屋昔は客間だったし。萌えさんたちの部屋まで探せとは言ってません。困ったことになったわね。私は信じないからね。あなたがこのパッチワーク秀子にもらったとか言ったって。何を言ってるの？あの子すっごいケチだもん。私が前に欲しがったらお姉さん働いて買いにいらっしゃいよなんて。
私はすごく欲しかったのに。私、秀子さんに欲しいなんて言ったこと一度もありませんよ。へえ、それじゃこれはやっぱりあなたが秀子の店から黙って持ってきたのね。私が盗んだって言うんですか？いくらでもできるでしょ。店番とか一人でやってる時だってあるんだから。困ったことになったわね。困ったことって私のことだったの？これは今朝、私の母が宅配便で送ってきたものです。お店の品物に似てるのは、秀子さんの本を借りたからで。宅配便？そんなの私知らないわよ。初子さんがまだ寝ている頃です。宅配便なら確かに届きましたよ。私がこの手で受け取ったんですから。よかった。お母さんもこの件では私に意地悪をするつもりはないみたいだ。中身が何かまではわからないじゃない。第一、あなたの母親って今さらパッチワーク習うような年じゃないでしょ。初子さん、店ではちゃんと帳簿をつけてるんですよ。品物一つでもなくなったらわかります。特に手作り品はどこの誰が買っていったか顧客リストに残すよう秀子さんから言われてますから。やめてよ、そんなのどうだっていいじゃない。私が働いたことないと思ってすぐ難しいこと言うんだから。どうでもよくありません。人を疑うならそれだけの理由を示してください。理由ならあるわよ。あなたお金も出ないのに嬉しそうに秀子の店手伝ってるでしょ。お金ももらわず働くような人はね、どっかでこういう後ろ暗いことしてるものなのよ。めちゃくちゃだわこの人。まあまあ、もうそれくらいにしましょう。お母さん？初子は取ったって言うし、萌さんは取ってないって言う。こうなってしまっては水かけ論だから。水かけ論ですって？どうして初子さんの無茶な理屈と同列にされちゃうの？秀子さんを呼んでください。本人が見れば自分で作ったものかどうかはわかるはずです。わかりました。身内同士に白黒つけるようなことはしたくありませんが、萌さんがどうしてもというならそうしましょう。秀子さんの縫い方には独特の癖がある。綿だって秀子さんはキルト綿を使っているけど、母は普通の木綿綿を使っている。どうなのよ秀子。そうね、私が作ったもののように見えるわ。よく見てください秀子さん。ほら、ここの縁取りの仕方、秀子さんとは違うでしょ。色の合わせ方だって秀子さんとは違いますよね。秀子さんはプライドを傷つけられたんだ。初心者の母が自分以上のパッチワークを作ったのが面白くないんだ。ほら、やっぱり嘘じゃない。あなたの母さんが縫ったものだなんてさ。だいたい秋っぽいカーナミの人にこういう根気のいる作業は無理よね。これは本当に母の作ったものです。手紙だってあります。私絶対に嘘なんてついてません。私も萌さんを信じたいわ。けどどうしてもわからないの。お母様の作った心尽くしのものを萌さんはどうして押し入れにしまったりしたのかしら。思わず声を上げそうになった。そうよそうよ、届いたばかりのもの普通そんな風にしないわよね。そうね、まるで隠してるみたい。答えられるはずがなかった。私の大切な母が作ったものがこの家の中にあることが忍びなかった。お母さんやお姉さんの視線にさらされるのが嫌だったなんて。私はやっと自分の置かれている立場が分かってきた。ここでは私が真実を言っているかどうかなんてどうでもいいんだ。怒りに我を忘れ肝心なことを見失っていた。この家では私だけが他人なんだということを。サナオ。そうだ、サナオは宅配便の中身を見ていたかもしれない。私が開けやすいよう段ボールの端を途中まで開けておいてくれた時に。いやーねー、まだ悪あがきする気よこの人。はあ。サナオが中を見ているの？はい。サナオが覚えていてくれているかどうかはわからないけど、今はそれにかけるしかない。そう。だったらあの子の帰りを待ちましょう。それでこの話はおしまい。こういう
騒ぎはもうこれっきりに願います。一つ屋根の下から泥棒を出すような騒ぎはね。なんだろう、このゾワゾワする感じ。今まで何度か味わってきた。お母さんの肌がツヤツヤと輝いている。お母さんは秀子さんのプライドの高さも、初子さんがパッチワークに執着していたこともよく知っているはずだ。もしかして全てはお母さんの。私にパッチワークが届いたのを知って初子さんに押し入れを探すよう仕向けたとしたら、あの開きかけたガムテープはお母さんが中身を盗み見た時のものだ。もしそうならサナオは箱の中を見ていない。なんてことだろう。全てお母さんの計略だったのに、必死になってお母さんに信じてもらおうとしていたなんて。サナオ遅いわね。独身時代の悪友と遊んでるんじゃない？サナオはこの状況を見てどう思うだろう。起点を聞かせて私を助けてくれないかな。箱の中身を知らなくても知ってると言ってくれないかな。でもそんなことあの素直なサナオにできるかしら。違う、私は別にかばってほしいわけじゃない。お母さんやお姉さんたちに何を言われても、私を信じる証拠なんて一つもなくても、私のことを信じてほしい。私がカンカン橋を渡ってお嫁に来たのはサナオを愛しているからだもの。サナオに信じてもらえないならこの家にいる意味なんてない。ただいま。あれれ、みんな何集まってるの？おかえりなさい。サナオ、あんたパッチワークって知ってる？パッチ、知らないな。じゃあ今朝来た宅配便の中身覚えてる？知らないよ、急いでたし。これで決まりね。萌えさんの言ったこと全部デタラメだって。あ、待てよ。パッチワークってさ、ピースとピースを組み合わせたり、パッティングとかいう詰め物したりするあれのこと？なんであんたがそんなこと知ってんのよ。つまりこれのことだろ？綺麗だろ？川波の母さんがついさっき完成させたんだよ。このマットカワットのお母さんに渡してくれって預かってきたんだ。朝晩はまだ冷えるからって。サナオ、母さんのところに行ってくれたの？仕事が早めに終わったから会社の溶接機借りて物干し台直してきたんだ。前から気になっていたからね。ありがとうサナオ。あ、そうだ。このマット渡す時に言ってほしいってことづかってきたことがあるんだっけ。忘れないように手に書いといた。萌えはまだまだ未熟者で、慌て者でおっちょこちょいですが正直な子で、むやみに人を疑ったりつまらない見栄を張ったりしないのだけが取り柄です。至らぬところもありますが可愛がってあげてください。以上。俺手洗ってくるよ。さて、初子、秀子、間違っていたのはどうやらあなたたちのようですね。秀子、あなたは今月から萌えさんにきちんとお給金を払いなさい。あなたに甘えがあるから、いつまでたっても商売が遊び半分なんです。自分で作ったものも見分けられなくてどうしますか。それから初子、お前は二度と萌えさんたちの部屋に入らないように。みんなもう戻りなさい。私はこれから川波のお母さんにお礼状を書きますから。サナオ、今日はありがとう。あ、うん。参ったよ。油性で書いたらなかなか落ちなくてさ。サナオ、手見せて。はい。これは、じゃあさっきの伝言は？川波の母さんはあのマットのことしか言わなかったんだ。拙いものでお恥ずかしいですがって。でも俺には萌えのことを言っているように聞こえたんだ。覚えてない？あれは俺が初めて挨拶に行った時、川波の母さんが言った言葉だよ。サナオ。今日の気持ちを忘れないようにしよう。いつでもどんな時でも私の中の大切なものに橋を架けて生きよう。